先日 X の方でたった1本のボルト370円だったものがなぜか5470円に高騰しているというかなり興味深いポストがありまして、それについて解説というか僕なりの推理だったりとか、専用機でネジを作った場合と旋盤などの機械でネジを作った場合の違いなんかをね皆さんに見ていただこうと思います。はい、工房にあったボルトを適当に並べてみました。で、あの画像のボルトがそこまで特殊なボルトだったのかっていうと、元の値段が370円ってことなんで、それはないかなと思います。じゃあなんで高騰したのかっていうところなんですけど、いろいろ理由があって原材料が高騰したと。ただもともと370円くらいの材料ってことは、そんな特殊なねインコネルとかそういったものが使われていることはまずないと思うんで、これはね違うと思います。あとは製造コストが増加した。これは電気代だったりとか労働の賃金がね上がったことによるコストが上がったとかもあるんですけど、さすがにここまで大幅に上がることはないかなと思います。あとは物流費の増加とか、これもねボルト1本の物流費なんでそんなに知れてると思うんで、これもないかなと。あと為替の変動とか、いろいろね需要が増えたとかいろいろあるんですけど、もともと旧車の自動車に使われてたボルトらしくてですね、いきなりその需要がドンって上がったってことはちょっと考えにくいかなと。でやっぱり一番の原因となっているのは流通在庫が不足したんじゃないかと。ネジというのは基本大量生産に作るものなので、一度に100万個とか作ってその在庫がなくなってしまったと。でまた注文が来て1本作るっていうのは、ネジの場合かなりコストが上がる可能性は高いですね。で、ネジというのはいろんな作り方があって、大きく分けて2つあるんですけど、切削で作る場合と転造で作る場合がありまして、切削というのは丸棒をバイトでこう削って切り子を出しながらネジの形状を作っていくっていう場合があります。で、もう一つが転造と呼ばれるダイスに押し当ててネジ山をこう変形させて作る。なので切り子が出ないんですね。で、そういう作り方があって、量産する場合は基本的には転造を使うはずです。ここら辺にあるネジもおそらく転造で作られてるんじゃないかなと思います。で、転造ってめっちゃ早いんですよ。切削の場合って何回も何回も同じパス切り込み増やしつついって作るものなんで、かなり時間かかってしまうんですね。で、転造というのはダイスっていうローラーをですねこう丸棒に押し当てて変形させて作るんで、この数秒でネジ山を作ることができます。で、もう一個の利点としては、ネジの強度が高いらしいですね。切削というのは材料の組織を分断して作っていくので、どうしても破断しやすかったりするらしいんですけど、転造の場合は圧力をかけてグワッと組織を無理くり変形させて作っているので、ネジ山の強度が高いというふうにも言われております。で、ダイスという言葉がさっき出てきましたけど、実はこれ、皆さんもねよく使われたりするのかな。ここにあるわ。ネジのね、作るダイスなんですけど、これ切削用のダイスです。僕が今言っているのは転造ダイスのことで、ちょっとね映像ありますけど、ちょっと見てください。どうでしたか？思ったより早いと思ったんじゃないかと思うんですけど、僕もね初めて見たんであんなに早いとはね思わなくてびっくりしました。多分1箇所5秒とかかかってないぐらいのスピードでネジができるんですよね。で、ただじゃあ早いってことは安く作れるんじゃないかってね思う方もいらっしゃると思うんですけど、画像のネジワッシャーがついてたんですけど、
あれね、多分ですけど、ワッシャーが落ちない落下防止機能がついてると思うんですよ。で、これね、ちょっと説明が難しいんですけど、このワッシャー、実はね、抜けないんですよ。落下防止になってまして、こう回してもね、外れないようになってるんですよ。で、これって転造でしかできなくて、作り方、正確な作り方は分かんないですけど、おそらく丸棒でネジ山を作る。で、ネジ山作るとき、転造の場合、盛り上がるので、元の軸よりも太くなるんですよ。例えば10パイのボルトを用意、10パイじゃない、11パイぐらいの棒を用意して転造をやると M12 ぐらいの太さになるみたいな。なんで増えてるんですよね、材料が。実際はこう谷と山があるんで増えてはないんですけど、体積はこう盛り上がってるんですよ。で、盛り上がってるから最初にワッシャーを入れておくと抜け落ちないんですよ。で、その後に最後にこの六角の部分、ここを圧造っていうのかな、そのプレスでやってしまえば落ちないワッシャーが作れるんですよ。これっていうのは切削ではできなくて、切削はあくまでも M12 の場合、外径12の棒を用意してそこからネジ山切っていくんで、どうしても少し小さくなる方向に動くんですよね。この落下防止機構がもしついているのであれば、結構特殊なネジだと言えるのではないかなと思います。では今回もオートデスクフュージョンでモデリングしていくんですが、今回はその画像しかデータがなくて、でその画像に寸法線とかも一切ないので、その画像を使ったモデリング方法というのをご紹介したいと思います。で、このやり方はあれなんですよね、あらかた予想をつけてやっていくしかないので、特に今回の場合はなので、仮に M8 と仮定して、進めていっています。なので今8と長手方向が150の四角を描きました。これがボルトの部分ですね。で、一旦スケッチを終了して、ここからが面白い機能、キャンパスという機能を使って画像をスケッチに貼ることができます。で、そのダウンロードして貼った画像をですね、スケッチ先ほど書いたやつに合わせていくと、あらかた他の部分の大きさなんかも分かることができると。ただ注意しないといけないのが、これ M10 だった場合どうにもならなくて M10 のサイズの寸法になってしまうという。だから仮で決定した寸法が合ってるのかどうかっていうのが分かんないので、しょうがないという感じですね。これを回避したいのであれば、スケールとか何か寸法が決まったものと一緒に写真を撮ってその画像を読み込んであげるとかなり正確なモデリングをすることができます。で、ある程度作って、若干ずれてるなっていうことがあるんですけど、こういう時もキャンパスの場所を移動させて手前に持ってくることによって微調整ができます。これ手前に持ってこないと何もない状態でキャンパスだけ動かすことになってしまうので、必ずキャンパスいじるときは手前にやった方がいじりやすいというのが、意外なポイントです。で、キャンパスのその画像の明暗っていうのかな、濃さとかも、修正とか調整することができるんで、画像が薄いようであれば濃くしたり、濃すぎるようであれば薄くしたり、モデルとの差を見て、修正調整することができます。あとはネジをモデル化して、別にやらなくてもいいんですけど、やってキャンパスのところを非表示にすれば、ちゃんとしたモデリングができるという感じです。ではこちらの卓上旋盤で例のボルトを削り出していきます。材料は SS400 の丸棒で、参考までに価格をお伝えしておくと1本300円です。
はい、卓上旋盤による切削加工で例のボルトを再現してみました。どうでしょうか。いやなかなかね大変でした。いやこれ M8 でネジ部が120ぐらいあるんですけど、これ会社員時代もこのレベルはやったことなくて意外に大変でしたね。一応芯押しするんですけど、芯押ししてもやっぱ真ん中の方って結構たわみやすくなってるんで、この切削の力に負けてこうたわんだりこうワークが逃げちゃったりしてちゃんと刃が入っていかないみたいな感じで、もうネジ切りを何回も何回もいかないといけなくて結構時間かかりました。まあ撮影時間抜いても4時間とかは多分かかってたんで、1本あたり、チャージがね3000円だとすると1万2000円とかする超高級なボルトになってしまったという感じです。まあおそらく本物は転造で作ってるんで、ワッシャーがねこんな風に落下はしないんですけど、僕は切削で作ったんで、ワッシャーがこうやって落ちてしまうと。なんで、今回のお話をまとめるとですね、おそらく転造ネジで作っていると。で、普通のボルトに見えてちょっとやっぱ特殊で転造ネジでしかできない形状なんじゃないかというところと、あとは最初のねロットとか車が販売されている期間というのはかなり大量生産、ワンロット何万本何十万本って発注してるんで、それなりに加工スピード速いんでそれなりのコストでできたんですが、その在庫がはけてしまって新たに発注するってなると、そもそも小ロットで受けてくれる協力工場がないとか、何かしらの理由で価格は高騰するってことはあるってことがお分かりいただけたんじゃないかと思います。で370円でそもそも作れてたってのがすごいですよね。で切削で置き換えることもできないし、切削加工でやったからって安くなるわけでもないと思いますし、すごいなと思います。そもそもですよ、車300万とか500万で売ってますけど、部品点数から考えたら組み立てのコストとかその値段でね販売はできないんですよ普通は。それはやっぱり超大量生産というものだったり企業努力の賜物だとやっぱり僕は思いましたね。改めてポストされた方には今回なんですかね、企画として動画も1本撮れたのでこの場を借りて感謝申し上げたいと思います。ありがとうございました。何ていうんですかね、旋盤買っていただければこんな感じで手軽ではないけど、ボルトとかナットとかオリジナルで作れたりするんで、興味のある方は旋盤を買って自分でボルトを作ってみてください。ネジのありがたみがお分かりいただけると思います。はい、そんな感じで、ご視聴ありがとうございました。